俺新卒で BCG US 入社して年収2000万超えた瞬間、普通に金持ちになる道歩んでるなって自己満足してたんだけど、その後バイサイド行って気づいたのが、あれは前菜だったなだって当時俺の上司はガチで資産300億超えだったからさ。やば、でも確かにトップ層で比較してもさ、レインとかのシニアパートナーってマックス資産数十億ぐらいなの。ゴールドマンサックスの今の CEO って資産300億ぐらいでしょ。KKR の今のco CEO って資産3兆円なのよ。そうだね。だから文字通りプロフェッショナルファームに比べてトップ層同士の比較が1桁2桁も違うっていうのがバイサイドマジ強えなってなるよね。しかもさ、なんかその創業者はさておいて、普通の人でも長期的に考えると100億円以上稼げる世界なんだよね。いや本当に。ってことでですね、今日は VC、PE を経験した我々が入るまでは知らなかったバイサイドの富を作る4つの仕組みをですね、今日もオフレコ会議で解説していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1個目分解していきますか。はい。キャリーからいく。早速キャリいっちゃおう。行きましょう。じゃあまずキャリーが何かざっくり説明しないといけないと思うんだけど、キャリーって何ですか？そうね、キャリーは短く言うとプロフィットシェアリング、利益分配で、VC でも PE でも発生した利益の 2,30% ぐらいっていうのをVC とか PE がもらって、それを中の人に分配しますと。キャリーはファンドが収益が出てファンドをクローズした時に、収益分配をみんなにする過程でファンドマネージャーももらうみたいな感じになってるんだね。これどのぐらいアップサイドがあるかっていうのをちょっと一応イラストレティブに説明してみようと思うんだけど、俺の場合 VC だからちょっと VC の話をメインでして見てると、例えば500ミリオンファンドがありますと、はい、でこの500ミリオンいろんなところにこう出しましたと、うまくいってたらじゃあ3倍になりました、で5ビリオンのリターンになりましたと、で元々の500ミリオンを引くと、1ビリオンが全体の利益ですと。でそれの 20% のキャリーをもらえますってなると200ミリオン分もらえる、円換算だと300億円ぐらい、で大体のそのシニアの人たちで分けるから大体3人ぐらいのシニアパートナーで分けるとしたら、10年経ったら1人100億円もらえます。いいなしかも何がすごいかって、これファンドってうまくいってる VC だと大体3年とか4年とか、早い時2年とかにって、もう一回新しいファンドを形成するじゃん。そうだね。だからそれが毎回うまく仮にいってたとしたらね、ベストケース、そうすると100億円が2年に1回3年に1回入ってくるってこと。これが例えば、コンサルの他のビデオとかでもパートナーはなんか1億円以上稼げますみたいな話をしてるけど、1億円はどんなに積み重なって100億円にはならない、100年働かないとならないからなんか桁がね1つ2つ違うんだよね、そのキャリーだけで見ても。しかも盛んでるファンドだと毎回ファンドのサイズが大きくなるわけ、だから 100億じゃなくて次回のファンドではね、200億になってるかもしれない、300億になってるかもしれない。それがなんか長く続ければ続けるほどコンパウンディングしてわけわかんない金持ちになれるっていうのがそのバイサイドの特権だよね。実際俺はキャリーもらったことない多分大概の人はもらったことないと思うんだけど、そうなんでキャリーがそのアップサイドすごいあるかっていう、いつも視聴ありがとうございます。みんなが見てくれてることがマジで俺らがこれを続けてる源泉になってます。みんなの期待をちょっとでも超えていける動画をこれからも出していきますので、もっとこういう動画見たいなと思ってくれてる人は登録を今のうちにしてもらえるとめっちゃ喜びます。お願いします。お願いします。構造の一つもあるんだけど、要は、VC でも P でもそのファンドがクローズするか案件がこうエグジットをしないといけないじゃん。でそうなった時のタイムラインって、P とかでも早く 4,5 年とか、3から5年、VC に関してはファンドごとだから、形成されてからだいたいクローズするのって、基本アベレージで10年ぐらい、ってことはそのエンディングの時までにいないといけない、で途中で入ってもちろんもらえるケースっていうのはあるんだけど、結構長くいないと発生しない、もらえないっていうのが1個代償というか、っていうのが1個あるから、結構長くいないともらえないっていうのが1個ある。実際なんか10年働いてももらえてない人って大半だから。10年経ってもらえないの？もらえない。10年働いてもなんか謎に通帳には入ってこないみたいな。そういうことね。はい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 。スタンドが必ずしも10年でクローズしないといけないわけじゃないんで、例えば1 year 2 year エクステンションとかあって、でなんか10年働いたのにまたキャリーは一応オンペーパーではあるんだけど、謎に自分には1年も入ってこないみたいな、幻のユニコーンみたいな感じの本当のユニコーンただし実際この、キャリーは確かにバイサイドの醍醐味ではあるものの、実際もらってる人って少ないんだよね。
俺ももらったことないし俺ももらったことないし俺の友達の VC とかやってた友達もやっぱもらえずに出ちゃってるとかやめちゃってる人も結構いる。そうファンドに継続していかないといろいろ制限がつくし、あとはファンドによってこれは本当に様々なポリシーがあるんだけど、ベスティングももちろんかかってるし、でファンドを出た時にいろんな制限もかかってるからさ、実際一つの VC でパートナーとしてそんなに長く持つ人ってどんぐらいあんのっていう疑問があるからさ、これがなんか幻の数字みたいな感じはある、理論的には一番大きいペイアウトだけどね。おっしゃる通りで、なんか同じファームに結構な年数長くいないとやっぱもらえない、でそれはね、もちろんサバイバルみたいな話もあるし、で会社全体としてなんか畳むみたいなパターンもあるし、投資先が全部なんか外れでしたとか、なんか全然パフォームしなかったからほぼ利益ないですみたいなパターンもあるし、当たった時でかさっていうのは桁違いでもあるんだけど、そもそももらえるかどうか分かんない、リスキーなアップサイドではあるっていうのも確かでもあると思う。あとジュニアの頃もしキャリーをもらえるラッキーなコンペンセーションパッケージとしてもほぼなんか意味のない数字なんで、あんまね最初の10年でキャリーでなんか儲かるって特に BC では考えちゃいけない。これキャリーを誰がもらえるかみたいな話でいくと、基本的にやっぱシニアの人がいて、ジュニアの人はゼロのパターンか、なんか PE とかだと VP からが基本ベースで、新卒入ったらそこに行くまでにちょっと年数かかってしまうっていうのもあるし、かつもらえるパーセンテージがさっきの例では1割る3みたいな感じだけど、それはシニアパートナーもマネージングパーソンの話で、従業員として入った人は入社してね VP とかプリンシパルなんでもそんなね意味のあるキャリーのパーセンテージではないというところはねちょっと違うかな。だから実際資産形成に一番つながるところはキャリーじゃないんですよ。でコインベスト2個目のポイントね。2個目のポイント、2個目の仕組み、これは VC にはない仕組みで、ほぼない仕組みで、ないね。VC は基本的にファンドが投資する先に自分がなんかチームとして自分の個人マネーを入れることは原則できない。もちろんできる例外とかあるんだけど、ただし P の場合はそれが結構制度化されて、会社が投資している投資先に自分も自分のお金を入れて投資することができるというのがコインベストで、俺 MBA の頃奨学金もらってて、その奨学金のスポンサーがファンドの立ち上げメンバーまでじゃないけどすごいシニアな人で、彼が俺 PE に行くって言ったら絶対コインベストマックスした方がいいよとか助言されて、俺の資産は全部そこから来たみたいな、あんたでもみたいな。だからもちろんキャリーも莫大な、ね、金額をもらってるとは思うんだけど、多分まだ大半は彼の銀行口座に入ってないと思うから全部コインベストで出る。でこれはどのぐらいの、インパクトなのかをちょっと簡単に説明すると、各メガファンドのポリシーとは全部違うんだけど、麻生でディール単位で 50K ぐらいをコインベストできます。その 50K から多分半分ぐらいを会社を通じてお金を借りれるわけ、でレバレッジを半分ぐらいかける。これは実例なんだけど、友達が投資したディールベースで投資したコインベストで、自分は、50K を投資しました。でレッド含めて 100K を投資しました。で 50K が自分のお金で 50K がその銀行からのレバレッジで、でそのディールがたまたまなんか7倍のホームランで、それもなんか3、4年、5年ぐらいのタイムホライゾンでやったんで、100K を投資したやつが今 700K になったわけ。でも自分のお金は 50K しか入れてないじゃん。だから700マイナス 50K だと650だから13倍リターン出してるわけ。自分の元資金 50K が最終的に 100K になった、650K になったってことね。デッド引いてね。13倍で利益がね 600K だったってことで、600K って日本円ですると何 ?9000 万 ?1 億近い。1億近い。でそれは給料とか他全部除いて、その投資1件だけで自分は何もやってないのに1億円普通に5年内で稼げてるわけ。すごいね。なんか給与がさ P ってこの前のエピソードとかでもちょっと話したけど、日本でもアソシエイトが3000万とかもらえるし、US だったらもう5000万6000万とか余裕でもらえて、毎年だからそんだけもらってる中にプラスで9000万1億もらってるでしょ、3年で。それは各ディールでね、いろんな、もちろんディールベースのコインベをできないっていう会社ももちろんありますけれども、できたとして自分がそれにマックスアウトしてたら超儲かるかもしれない。さっき言ったその、マックス1億円みたいなすごいいい案件がなんか1年に1回とか2回とか、もしくは1年に1回でも毎年入ってくる可能性があるってことだからね。ただ一方ですごい面白いのが、こういうコインベさ、なんかもちろんやりたいじゃん。で経済的にも考えてマックスアウトするのがロジカルなわけ、しかしこれをロジカルにマックスアウトしてると、その年収4000万以上のそのキャッシュフローから税金まず引きます。でその残った分を全部コインベに入れてるからさ、キャッシュない結構貧乏実は生きていくお金はあんまないっていう。そう
なおかつデッド使ってるじゃん、うん、その利子はずっと払ってるわけ、はいはいはい、だからキャッシュアウトフローはひたすらになるからさそう年収4000万でね、うん、フューチャーキャッシュフローも奥だけど今貧乏みたいなことが起きてるってことだよね。それもちょっと裏話なんだけど、友達の一人もうこれマックスアウトしすぎてもうお金なくて妻のお金借りて家庭内借金してそう家庭内妻コンサルなんだけどコンサル高級取りのそう高級取りをしながら高級取りで終わらないのはコンサルをしながら PE のパートナーを見つけることかもしれません、あ、そうですねだからそういう面白い現象があるかもしれないけど、あとは匿名のとあるファンドでは結構コインベがシニア層特にはほぼ強制的ではないんだけど要求されてる文化がある、なぜかというと自分がファンドのお金を使ってディールやってるわけじゃん。でそこに自分のお金を入れないっていう行為はコンビクションないのってことになる。そういう見られ方をするのね。そうだから自分のディールに自分のお金を結構莫大な金額を入れないとなんか何って言われるわけ、うん、だからそのキャッシュフローがねひどすぎてもうなんか会社辞めたいみたいな人もいるそういうパターンあるんだ。そうだってこれはこのディールがダメになったらロスになるからさ、そうね、ゼロの可能性もあるからね。そうゼロの可能性でデッドは残る、それ自分のね負債だから、だから結構怖いわけ。でもオプティクスのために自分が結構自分のお金入れないといけない、結構キャッシュポアなのにソーシャルプレッシャーがあるわけ、ね、そうピアプレッシャー面白い、そうでちょっとこれ単個目の今のところでいくと、なんでこのコインベストとキャリーがすげえいいかっていう、その資産形成にとってなんかチート技なのかっていうと、税制が違うのよね。あ、そうだよね、ここ本当チートだよね、これちょっと US と日本でまたちょっとこれ違うから、特に US での話でいくと、US はそのキャリーとコインベストによる得られる利益っていうのがキャピタルゲインになるから、タックスされるパーセンテージがそのキャピタルゲインの 20% なのね。そうだね、そのぐらいだね。普通に給与でもらってる人たちって要は高給になると累進課税だから、最終的には給料の半分ぐらい持ってかれるじゃん。以上だよね多分。そう、50とか 55% とか持ってかれるってなった時に、もうタックスで持ってかれるのが 30% 違うね、同じもらう金額でも額面は一緒でも手取りが。そうなると奥の 30% って3000万だから、その分多く入ってきます、同じことしててもみたいな、同じ額もらっててもっていう、その差分だけかなんか大概の人の10年の貯金できる金額以上じゃん。いやもうね、それだけでもうなんか日本の平均年収で言ったら10年分の平均年収だからね、一発でね。一発で、それかもその稼ぎじゃなくてタックスセービングだから意味わかんないよね。どういうことちょっとのブーストがみんなの10年みたいな。そうちょっと意味わかんないよね。それがすごいでかい、ただ日本だとこれちょっと逆にわかんないんで、視聴者の皆さんで知ってる人がいたら教えてほしいんですけど、日本だと基本的には給与として受け取られるから、基本的に累進課税でその高いタックスパーセント、55% とか、そうじゃないやり方もあるっていうのは聞いたことは知るのね。そうだね。でもよく分かってないから知ってる人がいたら教えてください。コメントで教えてください。でもこれはチートだよね。でも結局そこまでみんな文句言ってないよね、なんかもちろんいいなとは思いつつ、それタックス税金払ってもいいじゃん、なんかでもこういうのも構造としてさ、その rich gets richer のなんか金持ちがより金持ちになるっていう、要は資産を持つ側にならないとっていう、本当の金持ちになれませんよっていう理由の一つで、給料はどんだけもらってもすごいタックスされるけど、キャピタルゲインは 20% で、だからこのキャリアパスがチートな理由は、高給料もらってます、しかしなんか自分が個人投資で儲かる方法もあるし、でそれはタックスベネフィットもあります。でキャリーも、長持ちしたら、わけわかんない金額をもらえるかもしれない。だからダウンサイドが全くないキャリアなわけ、経済的に考えると。もちろん他のダウンサイドありますけどそうね、ダウンサイドプロテクトだけど、アップサイドが相当、アンリミテッドまでいかないけど相当高いっていう。だから大概アップサイドがあるキャリアってダウンサイドがめちゃくちゃあるわけじゃん、例えば企業とか、もちろんアップサイドは無限なんですけれども、PE に比較にならないからね、何千倍何百倍だからね。しかし、給料もらえないかもしれないし、で何をエグジットしても自分がお金もらえなくて VC がでも取っちゃうかもしれないし、よくわかんないじゃん、だからなんかギャンブルなんだけど、PE はギャンブルじゃない、カルキュレーティッドリスクだね。
最後、このバイサイドの4つの側面は RSU、そのストックコンペンセーションがあって株もらえるわけ、上場 PE の場合ね、でっかいやつだね。そうそう、KKR、アポロ、ブラックストーンとか、そっちはそのボーナスの一部がストックで入ってくるんで、テック企業みたいにその会社のアップサイドをシェアしますと。普通の企業よりそういうファイナンスストックって結構ブレがあって、例えば KKR の場合多分上場したのが60ドルとかで、多分ピークで150ドルとかなってるわけ、3倍になってるじゃん。このストックはアナリストでももらえるんで、だからもちろん割合的にはそのコインベストとキャリーと比べたらもちろん小さい金額になると思うけど、これ短期的にもらえるわけじゃん、だからリアルマネーとして結構面白い。今回そのバイサイドがめっちゃ強いで、この唯一 RSU に関してはいわゆるテック企業は共通している部分で、その会社の株を一部のそのコンペンセーションの一部としてもらえるっていうのはこれすごい強くて、要は実績、会社がうまくいけば自分もめっちゃ儲かるっていう、その自分の頑張りとか給与とか全然関係ないところで、自分の給与とか自分の頑張りが関係ないところでアップサイドの可能性があるっていうところでは、これでかいあざーすって感じ。だからこういうなんかチートの軸が4つもあるってさ、他のキャリアではないよな、本当に。他のさっき言った外銀先行商社って、給与ベースがそのベースのコンペンセーションと、ボーナスがちょっとありますね。で、コンサルは割とこのフラットだし、で外銀もなんかボーナスがその 200% とか 200% とかなります言うても、ブレ幅が100% から 200% の倍、でかい金額だけど、掛け算でいくとなんかさっきのね、なんか7倍にはどう考えてもならないわけよ。ただし今言ってるこの全部の内容って長持ちできるっていう前提で言ってるので、そこがまたコンサルや他の産業レベチなので、こういうファームで年功序列とか全くないし、コンサルってだったらひたすら頑張れば一応多分昇格されるわけじゃん。これバイサイドのファームではそうじゃない、コンサルでは、例えばあとバンキングでもこういうプロフェッショナルサービスでは自分が能力が優秀でちゃんと仕事を頑張ってよくできれば昇格されるわけじゃん、で結構多分自分のコントロールの範囲に入ってる、これは。しかし投資って自分がいくら頭切れてても投資の結果って分かんないじゃん、なおかつ特に BC の場合は、ある程度スキルもあるけどある程度アートなんで、いや分かんないからね。そう分かんないから、創業してなんか3ヶ月の会社が伸びるかなんか賭けも賭けだからね。そうあと自分のテイストが合っててもそれがなんか時期間違えたら完全アウトじゃん。だからこういうリスクファクトがあって、それをひたすら各ファンド1、ファンド2、ファンド3まで全部自分のトラックレコードを積み重ねながら生き延びるっていうのは非常に確率的に低い。ある種ワンアウトでワンアウトもうアウトだからね。そうとコンサルだと誰でも一応能力だけあればパートになれるわけじゃん、バイサイドはそうではない。誰でも能力があればできるんじゃなくて、席が開かなければパートナーになれない、だから今言ったそういうキャリーと、特にキャリーのエコノミクスは上の人が引退しない限り一生もらえないかもしれないっていうね。コンサルと比べると特にね、トニーも話したみたいにそのお金の部分見たらね、その夢もあるし希望もあるんだけど、現実見た時にどんなですかっていう話はまた別世界で、じゃあどっちの方がいいですかってなったら、多分ね VC はちょっと違うけど、少なくとも PE に比べたら過酷度はマイルドだし、自分がサバイブできますかって話もそうだし、会社がサバイブできますかって話も2個掛け算で見たときに、でそのリスクリワードレーシオが本当になんかあなたのライフと沿ってますかっていうのを見ないと、お金だけに釣られていくと割と死にますっていう、死なない人もいるけどね、生き生きとしてる人たまにいるけどそう何か心の中で壊れてるのでもこういう会社で働けて非常に貴重な経験であったのはあるんだけど、やっぱ長持ちする仕事でないと感じる。今日はこんな感じで PE、VC のバイサイドの資産作り、資産形成のチート4種類っていうのをちょっと解説していきました。今回ねちょっと割と表面的な構造の話だけしたけど、今後はねまた実際に PE で働いた人もゲストに呼んでもっと深掘りしていきたいと思うので、どういう経歴の人、どういう話を聞きたいか、もしあったらコメントで教えてください。よろしくお願いします。またこういう感じでオフレコトークしていくので、いいねと登録も忘れずにお願いします。お願いします。それではまた。